皆さん、こんにちは。卓球ファンの皆さんなら、最近の日本人選手の目覚ましい活躍に毎日ワクワクが止まりませんよね。テレビをつければ、張本智和選手、三輪選手の兄弟や、早田ひな選手、大戸紗月選手たちが、世界の大舞台で中国選手と互角に渡り合っている姿を目にします。でも、ふとした時に、こんな疑問を感じることはありませんか？ジュニアの頃は日本選手が勝っていることも多いのに、シニア、つまり大人になると、どうして中国の壁が急に厚くなるの？今日はそんな、卓球ファンなら誰もが一度は抱く、日中卓球界の育成の謎に、最新の専門レポートをもとに真っ向から切り込んでいきます。ナビゲーターの美咲です。本日もよろしくお願いします。解説のケンジです。よろしくお願いします。美咲さん、今日のテーマは非常にディープですよ。ベースにするのは、日中卓球界における競争力の構造的分析、育成モデルの変遷と、シニア移行期における実力乖離の要因という詳細な調査報告です。21世紀の国際卓球界は、絶対王者中国に対して日本が独自のシステムで挑むという二極構造でしたが、2025年から2026年の最新動向を分析すると、この関係は単なる追いかけっこではなくなっているんです。レポートでは、お互いの育成哲学を部分的に取り込み合う戦略的就職の段階に入ったと分析されています。戦略的就職。お互いに相手の強みの秘密を徹底的に研究して、自分たちのシステムに組み込み始めているということでしょうか。その通りです。日本が2000年代から先駆的に導入した幼少期からの英才教育の成果を、今や中国卓球協会 CTTA も公式に認めて、自分たちの巨大な国家システムに移植し始めているんです。一方で、シニアレベルの決定的な場面で見せつけられる中国の圧倒的な知力についても、2026年のワールドカップマカオ大会などの最新結果をソースに、その正体を暴いていきます。ジュニアでは勝てても、オリンピックのようなここ一番で立ちはだかる中国の壁、その正体が何なのか、そして日本がこれからどう戦っていくべきなのか、レポートにある具体的な数値や中国日報などの海外メディアの分析も交えてじっくりとお届けしますよ。まずは今回の議論の全体像を俯瞰してみましょう。日中の育成システム、現在どのような状況にあるのでしょうか。レポートの用紙をまとめると、ポイントは3つあります。1つ目は、日本の早期開発モデルが世界標準になったこと。日本卓球協会 JTTA が確立したジュニア育成網が、今や中国の若手強化のベンチマークになっています。2つ目は、中国の物流と反復による圧倒的な基礎力の維持。1日8時間という猛烈な練習量と、科学的なサポート体制がシニア期の爆発的な伸びを支えています。3つ目は、情報の非対称性の解消。かつては秘密のベールに包まれていた中国の強化策が、WTT の導入による国際交流の活発化で可視化され、日本もそれに対抗するデータ戦略を構築して始めたことです。お互いに手の内が少しずつ見えてきた中で、それでも中国が勝ち続ける理由があるわけですね。そうです。特に注目すべきは、中国のエンゲ選手、シャドープレイヤー、システムや WTT のポイント制度を戦略的に利用した若手のデビュー戦術です。これらは単なる技術の優劣ではなく、国家としての勝負の仕組みの差だと言えます。一方で、日本もダブルスを特化校にするなど、独自の勝ち筋を見出しています。このレポートは、2026年現在の ITTF 世界ランキング上位陣の顔ぶれを見ながら、なぜその順位になっているのかという構造的理由を解き明かしています。それでは、具体的な日本の成功例から詳しく見ていきましょう。日本の強みといえば、何と言っても若さですよね。今の日本のトップ選手たちって本当に小さい頃から全日本のニュースとかで見ていた気がします。これ実は世界的に見てもすごくユニークなシステムなんですよね。はい、レポートの第2章では、日本卓球協会 JTTA が2000年代初頭から確立したジュニアナショナルチーム JNT と年齢別カテゴリーホープス、カブ、バンビの運用が世界でも類を見ない成功を収めたと絶賛されています。バンビが8歳以下、カブが10歳以下、ホープスは12歳以下。これほど早くから全国規模の強化網を敷き、全国大会を行っている国は他になかったんです。バタフライのタクレポなどを読んでいると、最近では小学4年生や5年生でもすでに大人顔負けのドライブやバックハンドを連発していますよね。2024年から2025年の競技記録を精査すると、重田修介選手や中本風斗選手といった12歳以下の選手たちがすでに戦術的に完成された卓球を展開しているのがわかります。特に注目すべきは、彼らが負けたら終わりのトーナメントでの極限状態を10歳前後で日常的に経験していることです。これによって国際舞台の決勝戦でも物おじしない勝負師のメンタリティが養われる。
日本が世界ランキングの上位に10代の選手を次々と送り込める最大の理由は、この早期の競争環境の整備にあるんです。しかし、この日本の成功をずっと横目で見ていたのが他ならぬ王者中国だったんですよ。卓球最強国の中国が日本を研究しているんですか？自分たちは世界一だって自信満々で、他国のことなんて気にしていないのかと思っていました。今の中国にそんな隙はありません。むしろ誰よりも日本の進化を恐れています。中国日報チャイナデイリーの特集記事、リューズ・フォアサイト・フォーティファイング・チャレンジという資料に非常に興味深い事実が載っています。中国卓球協会 CTTA の会長である劉国梁氏は、日本の優柔に、つまり小学生以下の育成システムの成功を極めて高く評価し、強烈な危機感を抱いたんです。このままでは10年後に日本に追い越されると、あの伝説的な指導者劉国梁さんが、それで中国はどう動いたんですか？彼は2018年の会長就任以来、日本のジュニアナショナルチームの構造を徹底的にベンチマークしました。そして中国国内の恩州市などにジュニア専用の巨大なトレーニングセンターを次々と建設したんです。以前の中国は10代半ばで選抜されたエリートを強化するのが主流でしたが、今は日本を参考に、より低年齢層からの選抜大会を整備し、ナショナルジュニアの層をさらに厚くしています。日本の早期発掘というアイデアに、中国の圧倒的な競技人口という巨大な分母が組み合わさったわけです。レポートによれば、これが世界にとっての真の脅威の始まりだと警鐘を鳴らしています。中国の育成といえば、とにかく練習が厳しい、軍隊のようだというイメージがありますが、具体的にはどれくらいやっているんでしょうか？レポートに具体的な数字がありますか？はい。中国のスポーツ科学系メディアの情報を集約すると、彼らのトレーニングは徹底的に筋肉の記憶、マッスルメモリを確立することに重点を置いています。ナショナルチーム入りを目指すジュニア段階の選手であっても、1日8時間に及ぶ猛練習が日常茶飯事なんです。8時間？小学生がですか？学校の授業はどうなっているのか、本当に心配になっちゃいます。彼らにとって卓球は感覚ではなく物理現象の再現なんです。フットワークの歩数、体幹のひねりの角度、および打球の回転数、これらを無意識のレベルで何度でもどんな状況でも正確に再現できるまで数万時間の反復練習を繰り返します。日本はどちらかというと、速いピッチや相手の意表をつくひらめきを大事にするセンスの卓球ですが、中国は土台の分厚さが全く違うんですね。それが大人になった時の崩れなさにつながるわけですね。その通りです。18歳を過ぎてシニアに完全移行した時、この幼少期からの高負荷な訓練が過酷なトーナメントを勝ち抜くための物理的な貯金になります。日本はセンスでリードし、中国が物量と反復で追いつき、最後は知力で引き離す。この構造的な違いが練習時間というシンプルな数字に残酷なまでに現れているんですよ。ここからが今回のレポートの最も革新的な部分です。ジュニア時代は日本選手が中国選手を圧倒していることも多いのに、10代後半から20代前半にかけて中国選手が突然化け物みたいに強くなる。この逆転現象はなぜ起きるんですか？レポートの第4章、シニアレベルにおける逆転現象のメカニズムがその謎の正体を暴いています。キーワードは情報の非対称性および援護選手、シャドウプレイヤーという恐ろしいシステムの存在です。シャドウ、影の選手ですか？忍者みたいでかっこいい名前ですけど、実態はもっと冷徹ですよ。中国ナショナルチームは日本の張本美和選手や早田ひな選手といった強力なライバルのプレースタイルを完璧にコピーする模倣専門の選手を育成しているんです。ライバルのサーブのモーション、回転数、コースの癖、さらにはリードされた時の心理的な傾向まで徹底的に分析し、それをコート上で完全に再現します。模倣専門、そんな選手がいるんですか？彼らは打倒日本のための生きた教材です。中国の若手スター候補たちは国際大会で日本のトップ選手と実際に戦う数年前からこの仮想張本美和と毎日何百回何千回と練習しているわけです。だから中国選手からすれば日本選手との公式戦での初対戦は昨日も練習した相手と戦うような感覚なんです。逆に日本選手にとってはその中国の若手は初めて受ける道の玉であることが多い。この対策の質と量における圧倒的な情報の差がシニアの勝負どころで一気に現れる。これがレポートが指摘する突然の台頭の裏にある冷徹な組織戦略なんです。次にフィジカル面についても触れたいと思います。卓球って台の上だけで行われる繊細なスポーツですけど、今の時代はアスリートとしての身体能力がもろに問われますよね。はい、特におっしゃる通り、2014年にボールの材質がセルロイドからプラスチックに変わってから、このフィジカルの重要性が爆発的に高まりました。
ここが今回のレポートの非常に重要な指摘なのですが、プラスチックボールは直径がわずかに大きくなり、材質も硬くなったことで回転がかかりにくくなった一方で、空気抵抗をより強く受けるようになったんです。空気抵抗ですか？それがどうプレーに影響するんですか？簡単に言うと、ボールを遠くまで飛ばし、かつ強烈な回転を与えるために、選手自身の筋出力が以前よりもはるかに必要になったということです。軽い力で撫でるような打法では、プラスチックボールは威力を発揮しません。レポートによると、日本選手と中国選手では、この一発の打球にかけるエネルギー量に明確な差があるとか。確かに中国選手のドライブって音がバチンと重たい感じがしますよね。日本選手はジュニア期、まだ骨格や筋力が未発達な段階では、持ち前の器用さと台に近い位置での速いピッチで中国選手を圧倒するスタイルが非常に機能します。ピッチの速さで相手の体勢を崩し、決定打を打たせないわけです。しかし骨格が完成し、筋力が大人レベルに達する18歳以降、中国の最大出力を重視した組織的なフィジカルトレーニングが牙を剥きます。2024年のコンゴ団体ワールドカップでのデータがレポートに引用されていますね。中国が日本を8対1という大差で破った時の話。あの点差の理由は単なる技術不足ではないと。この時顕著だったのが中陣からの引き合いでの得点率です。日本選手がどれだけ速いライジングのボールを打っても、中国選手は一歩下がった位置から全身のバネと体幹のねじれを使って、より重く、より飛距離の出るドライブで押し返してきました。レポートによれば、中国ナショナルチームはバイオメカニクスに基づき、インパクトの瞬間に必要な筋肉群をピンポイントで鍛えるメニューを10代から課しています。ジュニアまではスピードで逃げ切れても、身体が出来上がったシニアのラリー戦では打球の絶対的な重さでねじ伏られてしまう。その通りです。バタフライの技術分析資料でも鋭く指摘されていますが、現代卓球は速さだけでは勝てないフェーズに入っています。日本もこれに対抗するため、ナショナルトレーニングセンターで最新の科学的トレーニングを導入していますが、中国が数十年にわたって蓄積してきた最大出力を維持しながらミスをしないという身体操作のノウハウは、依然として巨大な壁として立ちはだかっています。最近世界ランキングがものすごく激しく入れ替わりますよね。中国から聞いたこともないような10代の若い選手がいきなり上位に入ってきて、この子誰ってなることがよくあります。それこそが WTT のシステムを逆手に取った中国の高度なランキングマネジメントなんです。ITTF の最新ランキングデータを見ると、1位のオーチキン選手やソン・インシャ選手は別格としても、3位のリン・シドン選手や5位のクワマン選手などは短期間で爆発的にポイントを積み上げています。そんなに簡単に勝てるものなんですか？中国は特定の有望な若手選手を秘密兵器として国内で徹底的に仕上げ、ポイント効率のいい特定の国際大会に絞って戦略的にエントリーさせます。彼らはデビュー戦の時点ですでに世界トップ10を打ち破る実力を 100% 完成させているんです。他国の選手からすればデータが全くない状態で最強の資格と戦わされるわけですから、たまったもんじゃありません。まさに戦略クロスボーダーというか戦略的デビューですね。しかも彼らが一気にランキングを上げることで、トーナメントのシード枠の1位から4位までを中国勢が独占します。すると準決勝まで中国選手同士が当たらないように配置され、他国の選手は四天王を一人ずつ倒さないと決勝に行けないという絶望的なドローになるわけです。このようにラケットを振る技術だけでなく、ポイント精度の数学的運用においても中国は組織的に世界をリードしています。レポートはこの精度の活用能力の差にも警鐘を鳴らしています。負けるイメージのない中国ですが、最近は波乱も起きていますよね。特に2024年10月のアジア選手権アスタナ大会、日本の女子チームが中国を破って優勝したのは日本中のファンが熱狂しました。あれはまさに卓球史に残る歴史が動いた瞬間でしたね。ピープルスデイリー、人民日報英語版の分析記事、チャイナステーブルテニストラグルスレイズコンサーンズオーバーフューチャープロスペクツという記事があるのですが、それによると中国はこの大会で1972年の初参加以来最低となるタイトル2冠のみという、彼らにとっては信じがたい屈辱を味わいました。あの最強の女王ソン・インサ選手が負けたり途中で棄権したり、一体何が起きていたんですか？最大の要因は心身の摩耗です。WTT のあまりに過密な世界ツアーのスケジュールに加え、中国国内からの負けることは罪という異常なまでのプレッシャー、それがついに世界一の女王ですらコンディションを維持できないレベルに達したんです。一方で張本美和選手や早田ひな選手が中国選手の回転の質を完全に見極め、それを上回る超速の卓球を完成させていた。ついに日本の早期教育システムが中国の物量作戦を上回ったと考えてもいいんでしょうか。一時的にはそう言えるでしょう。
しかし、レポートが特に注目しているのはその直後の中国のリアクションです。彼らは負けた直後の12月の混合団体ワールドカップで驚異的なまでの集中力でシステムを立て直し、日本に対して完璧なリベンジを果たしました。中国にとっての敗北は最高の研究材料なんです。アジア選手権で露呈した逆転を彼らはわずか2ヶ月で完璧に分析し修正してきました。この負けてなお強くなる組織的な学習スピードこそが中国の真の底力であることを私たちは肝に銘じておく必要があります。さらに新しい話題、2026年4月のワールドカップマカオ大会についてもレポートに詳細がありますね。ここでも中国選手の凄みが遺憾なく発揮されたとか。はい、マカオ政府の公式ニュースでも大々的に報じられましたが、この大会でキーワードになったのが中国選手のリザーブドストレングス、つまりリザーブの力です。具体的に言うと、オーツキン選手がスロベニアのヨルジッチ選手に対して1対3という絶体絶命のピンチまで追い込まれた試合が象徴的です。あのオーツキン選手が負けそうになったんですか？会場全体がついに世界一が敗れるかという異様な熱気に包まれた瞬間、王選手は顔色一つ変えず、打球のタッチと回転量をほんの数ミリ単位で微調整することでミスを完全にゼロにする驚異的なプレーを見せ、大逆転勝利を収めました。あの極限状態の追い詰められた状況でどうしてそんな冷静なことができるのか、それこそが先ほどお話しした1日8時間の基礎練習の成果なんです。戦術が通じない、身体が疲れて動かないという極限状態において、最後に選手を救うのは頭で考えなくても体が自動的に正解を弾き出すという骨の髄まで染み込んだ基本技術の精度なんですね。その通り。日本選手も松島テイクル選手が世界2位のモーレコード選手を破るなど素晴らしい快進撃を見せましたが、準決勝以降の中国勢との戦いでは最後の最後、ジュースになってからの1点の精度の差が勝敗を分けました。日本は爆発力で肉発していますが、中国はアベレージ平均点の圧倒的な高さで逃げ切る。このほんのわずかな精度の差こそが2026年現在の日中の境界線なんです。シングルスでの中国の壁は依然として高いですが、ダブルスなら日本もかなりいい勝負というか勝っていることも多いですよね。東京五輪の美馬純ペアの金メダルは今思い出しても鳥肌が立ちます。その通りです。レポートの第6章では、日本がいかにダブルスを中国の牙城を崩すための戦略的種目として位置づけているかを詳細に分析しています。最近だと大戸咲地選手と張本美和選手のペアもめちゃくちゃ強いですよね。ランキングもすごいことになっているとか。大戸選手、最近の勢いは本当に凄まじいですよね。ランキングも急上昇しています。2026年3月の最新 ITTF ランキングでは、女子ダブルスの大戸張本ペアは世界3位にランクインしています。倉島陽介氏のインタビューでも語られていますが、日本はダブルスは個の力の合計ではないという独自の哲学を持っています。徹底的なサインプレー、複雑なコース取りのシミュレーション、およびペアとしての動きの調和を科学的に磨いています。中国選手はシングルスが強すぎる分、逆にダブルスで個の力に頼ってコンビネーションが愚かになることがあるんでしょうか。その傾向は確かにありますね。ダブルスは特殊な戦術や異質ラバーの組み合わせが効きやすいんです。2026年のシンガポールスマッシュでの張本美和鞘田ひなペアの快進撃もまさに2人の個性が融合した見事な勝利でした。コンビネーションの日本対この力の中国、ダブルスという戦場は日本が最も対等に、あるいは優位に試合を進めることができる、いわば戦術的主権を取り戻せる場所なんです。先ほどランキング戦略の話が出ましたが、今のランキングシステムって以前とかなり変わったんですよね。ポイントの計算が複雑すぎてファンとしてもついていくのが大変です。確かにそうですね。 WTT 体制になってからポイントの有効期限や大会ごとの重みが非常に厳格になりました。現在のランキングを見ると、男子1位のオーチュキン選手が 11,225 ポイント、女子1位のソン・インシャ選手が 11,600 ポイントと2位以下を大きく引き離しています。この数字、実力差というよりポイント獲得の最適化戦歴の結果なんです。中国はどうやってそんなにポイントを独占しているんですか？中国はトップ選手にグランドスマッシュなどの超高ポイント大会を確実に取らせるポートフォリオ戦略をとっています。一方で若手の林指導選手などには下位の大会でポイントを稼がせ、ランキングを一気に跳ね上げさせる。これにより中国勢だけでシードの上位4枠を埋める。するとトーナメントの組み合わせで中国選手同士が準決勝まで当たらないようにコントロールできるんです。それって他国の選手からすれば最後に必ず体力の有り余った中国選手の壁に当たるという絶望的なトーナメント表になっちゃいますね。はい、このランキングという盤石の城をどう崩していくかが日本にとってのもう一つのコート外での戦いです。
張本智和選手が世界5位、松島徳良選手が8位に食い込んでいるのは、この中国の組織的な包囲網を自力で突破していることであり、その数字以上のとんでもない価値があることなんですよ。最近の卓球界、中国と日本だけじゃないですよね。フランスのルブラン兄弟とか、スウェーデンのモーレゴード選手とか、プレースタイルが独創的ですごい人気です。見ていて楽しいですよね。そこが2026年現在の卓球界の最もエキサイティングな部分です。レポートの第8章でも、この非アジア製の躍進が日中二強体制にどのような船舵を開けているかについて言及しています。特にフランスのルブラン兄弟、兄のアレクシス選手と弟のフェリックス選手ですね。フェリックス選手はペンホルダーですよね。あんなに速いペンホルダー見たことなかったです。彼らは中国のコピーではない自国の文化から生まれた独自の卓球を追求しています。これが実は中国の演じ選手システムを混乱させているんです。中国は日本選手のことは完璧に模倣して対策を練っていますが、ルブラン兄弟のような型破りなセンスのコピーは非常に難しい。中国も日本だけをマークしていればいい時代は終わったんですね。はい、スウェーデンのモーレゴード選手もあの六角形のラケット、サイバーシェイプを自在に操り、予測不能なロビングやカットブロックを織り交ぜてきます。こうした異能の選手たちの登場は中国の対策リソースを分散させる効果があります。日本にとっては中国が欧州対策に追われている隙に自分たちの速さにさらに磨きをかけ、一気に頂点を奪うチャンスでもあるんです。ここで日本の卓球界を長年牽引し、悲願の金メダルを獲得したレジェンド、水谷隼さんの言葉を振り返ってみたいと思います。彼は中国選手との差をどう見ていたんでしょうか。ITTF のアーカイブ記事、純水谷ファイナリーナローズダギャップアゲインストチャイナによると、水谷さんは自身のキャリアを通じて、中国選手との差は決して手の届かない絶望的なものではないと繰り返し断言しています。技術そのものよりも1点の重みに対する準備の差だと言っています。1点の重みに対する準備。具体的にはどういうことですか？中国選手はスコアが9対9になった時、相手が次にどんな回転の球を打ってくるかの予測精度が異常に高い。これは先ほどお話ししたエンゲ選手との気が遠くなるような対戦経験に基づいています。日本選手が勇気で勝負するのに対して、中国は膨大なデータと経験で勝負しているということですね。なるほど。それでも水谷さんはその壁をこじ開けたわけですよね。はい。水谷さんは同時に日本選手の爆発力がその計算を狂わせる瞬間が必ず来るとも仰されています。2026年の張本智和選手や早田ひな選手のプレーを見ていると、まさにその計算不能な爆発力に中国勢が戸惑う場面が増えてきています。水谷さんがこじ開けた中国に勝てるというマインドセット。これが今の若い世代にしっかりと受け継がれていることが日本の最大の無形資産なんです。最初にお話しした戦略的収束というテーマ。今までの話を総合すると、日本が中国のようにフィジカルとデータを強化し、中国が日本のように早期の英才教育を始めたということですよね。まさにその通り、レポートの結論に向かう上で最も重要なポイントです。今の日本は味の素ナショナルトレーニングセンター NTC を拠点に最新の AI 解析やバイオメカニクス、さらには栄養学まで導入し、中国選手の弱点を逆分析しています。まさにやられたらやり返すですね。中国も負けじと日本の真似をしているんですよね。はい、中国は日本の卓球を楽しむ遊びの精神や早熟な才能を伸ばす仕組みを国家予算を投じて大規模に模倣しています。つまり両国の育成システムは今同じような最強の完成形に向かって合流しようとしているんです。そうなると最後は何で勝負が決まるのか。レポートでは選手のメンタルケアや怪我を防ぐための医学的アプローチを含めた総合的なエコシステムの進化が次の10年の勝敗を分けると予測しています。もはやラケットを振る技術だけでは勝てない総合国力のぶつかり合いの時代になっているんですね。女子の話を詳しくしましょう。今の女子ランキング、中国のソン・インシャ選手が圧倒的すぎて、もはや異次元の強さを感じます。ポイントも11,600と2位に大差をつけていますよね。彼女の強さは男子並みの圧倒的な回転量と、どんなに厳しいコースを突かれても軸が一切ぶれない強靭な体幹にあります。レポートによれば彼女の打球の回転速度は一昔前の男子トップ選手に匹敵する数値だそうです。そんな怪物に日本勢はどう立ち向かっているのか。早田ひな選手に関してはレコードチャイナの報道でも話題になりましたが、彼女の真っ向勝負を挑む姿勢が中国でも非常に高く評価されています。彼女は中国選手に対してもパワー負けせずに真っ向から打ち合える世界でも少ない選手です。そして張本美和選手、
まだ10代ですよね。彼女こそが日本の早期教育システムが生んだ最高傑作と言えるでしょう。2026年3月のランキングで8位。彼女の凄さは相手の強打を完全に無力化するブロックの精度と高い知能に基づいたコース取りの妙です。レポートによれば中国ナショナルチームは現在最も多くの時間を彼女の対策に費やしているそうです。10代で女王を脅かす存在になる。これは日本の育成が中国の心臓部にまで到達した動かぬ証拠なんです。男子も熱いですよね。張本智和選手はもう何年も日本のエースとして戦っていますが、最近の進化がさらにすごい気がします。張本選手、世界5位はもともと前陣での超高速カウンターが最大の武器でしたが、2025年以降、台から少し離れた位置でのフォアハンドの引き合いが劇的に強化されました。これは明らかに対中核を意識した徹底的なフィジカル強化の成果です。叫び声だけじゃない本物の磁力を身につけました。そして若手のホープ、松島クルク選手ですね。伸びしろがすごそうです。松島選手、世界8位のポテンシャルは底知れません。彼はサウスポー特有の鋭い角度のボールを打ち込み、相手を翻弄します。2026年の主要大会の結果を見ても、彼は中国のトップ選手たちを何度も絶望の淵まで追い込んでいます。今の男子卓球界は、大津金の派遣に対して、日本、フランス、スウェーデンの選手たちが多国籍な包囲網を形成している状態です。中国も以前のように練習通りやれば勝てるという状況ではなくなっています。張本選手の経験と松島選手の天才的な爆発力、この2本の矢が中国の厚い壁を今まさに貫こうとしているんです。これまで練習量や精神力の話が多かったですが、最近の試合では iPad を片手にベンチに座る監督もよく見かけますよね。あれ、一体何を見て言うんですか？鋭いですね。レポートの第10章ではデータサイエンスによる戦術革新を特集しています。今のトップ選手の試合は全てリアルタイムで AI によって解析されているんです。例えば、相手がリードしているとき、サーブの 80% はバック側に集まるといった傾向や、ドライブの回転数が毎秒50回転を超えると相手のブロックミスが急増するといった客観的なデータが瞬時に算出されます。へえ、すべて筒抜けですね。選手は大変だ。はい。日本はこの IT 活用において非常に進んでいて、選手のフォームの微細な崩れをバイオメカニクスで検出し、怪我の予防や技術修正に役立てています。中国が依然者選手というアナログな模倣で戦うのに対し、日本はデジタルなシミュレーションで対抗している。このハイテク対決も現代卓球の大きな見どころですね。自分たちの感覚をいかに科学で補完し勝率へと変換できるか。卓球は今や最高度の知能戦でもあるんです。でもケンジさん、これだけ世界中を飛び回って試合をして、選手たちの体や心は大丈夫なんでしょうか？見ている側としては心配になります。それは非常に深刻な問題です。レポートでもプロ化の代償として大きく取り上げられています。WTT の導入によって世界中のトップ選手は一年中過酷なスケジュールで移動と試合を繰り返さなければなりません。ソン・インサ選手がアジア選手権で疲労困憊だったというお話もありましたしね。特に中国国内では負けイコール失敗という凄まじいプレッシャーがあるんですよね。そうです。さらに SNS の普及で選手に対する直接的な誹謗中傷も深刻な問題になっています。レコードチャイナの報道にもありますが、早田ひな選手への称賛の裏で負けた中国選手が SNS で厳しく叩かれるといった現象も起きています。精神的なタフさが求められる過酷な環境なんです。日本卓球界もこの問題を重視していて、ナショナルトレーニングセンター NTC では公認心理師によるメンタルサポート体制が強化されています。選手を単なるメダル獲得のための戦う機会にするのではなく、一人の人間として支えるエコシステムの構築。これが日中の競争の先にある真の育成の姿なのかもしれません。さて、いよいよ物語も終盤です。これから先の未来、日本は中国を本当に追い越せるんでしょうか？その具体的なシナリオはありますか？レポートの最終的な展望は非常に楽観的かつ戦略的です。日本がシニアの中国から基礎とフィジカルの重要性を学び、中国がジュニアの日本から早期開発と多様性を学んだ結果、両国の技術的な差は極めて小さくなりました。差が縮まった今、最後に何が決定打になるのか。それは独創的な戦術の創造です。独創的な戦術。具体的には、先ほどルブラン兄弟の例を出しましたが、マニュアル化された練習を完璧にこなす中国選手に対して、彼らが一生のうち一度も経験したことのない全く新しい種類の卓球を日本が発明できるかどうかです。日本はもともとアイデアや工夫が得意な国です。ダブルスでの強さをシングルスにどう還元するか、および AI による予測も超えた人間の極限のひらめきを選手が持てるか。2028年のロサンゼルス五輪に向けて日中の競争はさらに熾烈になりますが、その先には日本の真の独立と世界の頂点が見えている。
私はそう確信しています。前編を通じて、私たちは日中卓球界の知られざる闘争と、その背後にある巨大なシステムの変遷を見てきました。ケンジさん、最後におまとめのメッセージをお願いします。はい。今回の分析を通じて分かった最も大切なことは、日本と中国の卓球は、お互いを鏡のように映し出し、互いに学び合いながら高め合っているということです。中国の圧倒的な基礎力、日本の類稀な開発スピード、これらはどちらが正しいというものではなく、現代卓球という進化の道を走る車の両輪なんです。なるほど。私たちもテレビに映る華やかなプレーの背後にあるドラマを知ることで、もっともっと卓球を楽しめるようになりますね。最後までお聞きいただき、本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは最高の卓球ライフを。さようなら。